今回は逆境の塔、召喚ステージで大砲のダメージを2倍にして攻略をします。大砲は通常では、ワープなどの移動はできませんが、トリスタの家族を使用すると位置を入れ替えることができます。大砲をチャージパネルに移動させると、大砲自身もチャージすることになるので2倍のダメージが出るようになります。今回はこれを利用した攻略方法です。パーティー編成はこのようになります。アカンベはメインアタッカーで召喚でダメージを与えます。正面に3体の親衛隊を出すスキルはエネルギー回復禁止のデバフがつくので帽子で無効化します。武器は魔法攻撃力が上がるなら何でも構いません。タロットは魔法攻撃力を上げるために悪魔。アフラはタンク兼貫通虚弱のサポートです。ボスの攻撃は物理攻撃なので杖と効果で定期的に回復禁止の攻撃をしてくるため風神の粉で無効化します。タロットはエネルギー回復のために運命。イェネファーはヒーラー兼召喚で装備は魔法攻撃力が上がるもの。アガタはアフラ同様にタンク兼貫通虚弱のサポートで装備は同じです。トリスタのメインの役割は家族で大砲を移動させるだけですが、途中でチャージパネルに乗ることがあるので物理攻撃力を上げます。アカンベとシャナズを一緒に使う場合はアカンベを先に行動させたいので本を持たせてます。シャナズはサポートです。今回はサポートのみなので、収束の杖で射程を伸ばして、アカンベの行動順を上げるため本を持たせてます。アカンベの親衛隊を移動させたり、万象の共振を使ってマップ全体の味方に攻撃力アップのバフを付与します。シャナズとイェネファーを組ませる際の注意点として、イェネファーの召喚キャラはダメージを1でも食らうと、即座に消滅します。シャナズの小石グラビティの範囲に巻き込まれやすいので、イェネファーの召喚は右下のみで行います。突数はトリスタ、シャナズ、アガタ、アフラは星1でも流れは一緒です。イェネファーは突数によって召喚できるタイミングが変わりますが、スコアが若干減る程度なので無理して召喚はしなくても大丈夫です。アカンベは突数によって召喚できる数が変わりますが、攻略の流れは一緒です。使用する戦術はスズランの旗のみです。報酬目的の場合は状況に合わせて起動指令や行軍号令を入れたり、エネルギー回復ができる加速指令を入れておくとやりやすくなります。スズランの旗はこの位置に常に置いておきます。ボスは倒されるとデバフ解除をするため、毎ターンアフラの貫通虚弱を入れる必要があります。また、アカンベも召喚効率を上げるために旗の範囲内にいる必要があるので、この位置だと両者を旗の範囲内に入れられます。イェネファーはチャージパネルに移動しながら召喚と回復で火の玉を消します。突数の関係で召喚ができない場合は回復を優先すればいいです。トリスタは最初に本でアカンベの行動順を上げてチャージパネルに移動します。アカンベは空いてるチャージパネルすべてに召喚をします。突数の関係で全て埋められなくても流れは一緒ですが、エネルギー回復で召喚数を増やせるなら加速指令を使ってください。アガタは傷口を4スタック付与すればいいので、宴会だけを打てばいいですが、一応フルで攻撃してます。シャナズは基本的にアカンベが親衛隊を3体召喚した時の位置入れ替えと、敵をノックバックするのがメインです。やることがない時は親衛隊をアカンベにぶつけると、ノックバックボーナスと範囲ダメージボーナスで TP がより多く稼げます。今回は1ターン目でボスを倒してます。最初にボスを倒した時だけは合体でボスのスキルのクールダウンが初期化されます。1ターン目でボスを倒しきれなかった時はスキルのクールダウンの関係上、動画とボスの攻撃の順番がずれますが流れは一緒です。次のターンでボスが横一列の範囲攻撃をしてきます。
範囲攻撃はターゲットを多く巻き込める場所を狙ってくるので、アフラとアガタを横に並べて、他は次のターン開始時に1体だけになるようにします。トリスタは右側のチャージパネルへ移動します。できればアカンベの召喚で埋めたいですが、星5アカンベでもこのターンで2体召喚すると、次のターンで5体召喚ができなくなります。ボスを倒すとデバフが全て解除されますが、傷口は解除できず残っているので、アガタは何もせず待機します。このターンのシャナズはやることがないので、素早さアップをかけ直したら親衛隊をアカンベにぶつけて TP を稼ぎます。次のターンはボスから一番近い2体に攻撃が飛んでくるのでアフラとアガタをボスから近い位置に置きます。このターンのイェネファーはスキルが2個使えるので、トリスタをワープさせて右下に召喚を置きます。You've crossed the wrong sorceress. 来い！全力でぶっ潰してやるよ！次のターンでボスが一番 HP が低い味方に対して準備攻撃をしてきます。このタイミングでトリスタの HP を瀕死状態にして家族で大砲を移動させます。大砲は左側の6箇所に移動させることができます。ただし、攻撃が発動するのはこの4箇所のみです。上下のチャージパネルに大砲を置くと、原因は不明ですが大砲が攻撃しなくなります。火を見て動こう。終わらせよ。次の獲物はドイツだ。はっ、脆いね。観念しな。潰れろ。私が一掃してあげる。終わりよ。嵐が到来する。まだ負けてないってな。お前ならできるさ。礼を言う。お前ら全員片付けてやるよ。あなたの悪夢見せて。 Retreat, and you may still live. 火を見て動こうん？出番か？観念しな。ありがとう。私が一掃してあげる。
来する。おっとサンキュー。次のターンでボスが再び横一列の範囲攻撃をしてきます。前回と違いアカンベと親衛隊が2体並ぶことになるので、シャナズも追加して3体で攻撃を受けます。サンキュー。 Retreat, and you may still live. You've crossed the wrong sorceress. 来い、全力でぶっ潰してやるよ。木を見て動こう。終わらせよ。出番か。触れろ。観念しな。私が一掃してあげる。礼を言う。終わりよ。嵐が到来する。ありがとう。あなたの悪夢見せて。おはよ次のターンでボスが一番 HP の低い味方に準備攻撃をしてきます。トリスタの無限不屈が切れているため、このままだと倒されます。イェネファーの召喚を近くに置いて、チャージをさせつつ身代わりにします。You shan't make it out. ありがとう。来い、全力でぶっ潰してやるよ。分かったよ。木を見て動こ出番か。計画通りで行きましょう。嵐が到来する。今回のようにボスを1ターン目で倒した場合は、ボスの攻撃は7ターン目で終了です。ここからは立ち回りなどは気にせず、チャージパネルに乗ることだけを意識します。Retreat, and you may still live. You've crossed the wrong sorceress. サンキュー。来い、全力でぶっ潰してやるよ。お前ら全員片付けてやるよ。う。木を見て動こ
終わらせよ。出番か。観念しな。潰れろ。計画通りで行きましょう。礼を言う。血で嵐が到来する。ありがとう。夢の時間よ。起きていいなんて言ってない。Retreat, and you may still live. You shan't make it out of here. You've crossed the wrong sorceress. 殴られたいのか。死ね。木を見て動こ出番か。一つ借りを作ったな。最後はチャージパネルに載っているキャラすべてに献血を付与したら終わりです。あなたの言う通りに。礼を言う。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。